皆さんこんにちは、新崎浦です。今日は久しぶりにブレイクダウン解説動画やっていこうと思うんですけれども、今日の楽曲はアイナ・ジ・エンド革命道中です。いや実はね、ずーっと革命道中の解説動画出したかった。皆さんからリクエストを結構いただいてたんですけど、やっぱこの楽曲いろんな人たちが関わっているすごく大きなプロジェクトになってるんで、いろんな会社いろんな部署の人たちに確認がね必要だったりして OK がもらえまして、今日解説やっていこうと思います。楽しんで見てもらえたら嬉しいです。じゃあやっていきましょう。はい、ということで早速イントロからやっていきましょう。イントロなんですけど、結構不思議なアレンジしてますよね。あんまり定番って感じではないと思うんですけど、なんでこういうアレンジになったかっていうと、イントロサビってあるじゃないですか。ここのパート、この歌が入ってないここのパートでアニメのタイトルがこうグワーンってバーンって絶対なるやんっていう、その時間ちゃんとオープニングテーマって作ってあげた方がいいやろなみたいなのがなんか俺の中ですごい昔からあって、そのタイトルが出てる間に流れてる雰囲気とかですごいこう印象に残ったり、鳥肌が立ったりとかね、なんかそういう体験というか自分の感覚があって、そこに向かってめっちゃこう徐々に上がっていくアレンジにしたいけど、この楽曲やったらそのドラムンベースっていうジャンルを結構土台にしてるんですけど、そのドラムンっぽいイントロってなると、ここのパートとかドラムンっぽい、こことかのブーブードゥドゥクドゥブンクンドゥクドゥブンクンみたいな、なんかこういう感じってすごいドラムベースっぽいんですけど、それをドア玉からずっとやってたんですよ、もともと。でもそしたらなんかあんまこうワクワク感がなくて、なんかもっとこの曲が持ってる自動路ついたってなー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 みたいなリズミカルですごいノリが良くて、なんか意外とそのノリの感じって前向きな雰囲気、それを活かせるアレンジってなんかないかなみたいなので悩んだ末にたどり着いたのがこのイントロアレンジって感じなんですけど、分解して見ていくとめっちゃシンプルで、なんかまあこういうシェイカーでリズム取っててシャシャシャファシャシャシャみたいな、ほんでエフェクスはねいろいろとかドア玉にいろいろなってんすけど、鍵盤こんな感じですね。自分で打ち込んだ鍵盤をちょっとラジオっぽくしてある鍵盤に当時の俺が LA2A 使ってたっていう、 LA2A ばっか使ってるねこれ。それで圧をね多分作りたかったんだろうね。で EQ8 でミッドだけ出して、こういうちょっとラジオっぽい音色にしてあるって感じですね。で最初のこのパートでもう一個すごいいい味出してるのがやっぱベースなんですよ。これベースの音作りおもろくて、こういう感じ。感じになってるんですけど、これはスプライスから持ってきたこういうこういうベースに俺が手打ちでミディでアクセントだけ追加してるんですよね。わかります？そう、アクセントだけ別で打ってる。でも土台にしてるのはそのスプライスのドド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 のやつで、しかもこれ多分1本つるーと同じ演奏だけしてんすよ。それのピッチ変えて、例えばこの元のやつはプラス7でキーが合ってんだけどプラス6とか、ここのピッチの部分でキー変えてコードにしてあるっていう、そういうやり方してますね。今だったら多分普通に LFO とかなんかいろんなエフェクト使ったりしてこのランダム感って出すと思うんだけど、当時の俺のちょっとおもろい挑戦が感じられますね。であとあれだね、そのドド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 だと血泥ついたって守りたいみたいな、じゃんじゃじゃんじゃがじゃんダラジャンみたいなコード頭のアクセントが結構弱えなってなって、コード頭にアクセントつけるためにこのブラスヒットみたいなブラスシンセ、こういうの足してるっすね。でこれ音色はセラムのオーサムホーンスタブっていうスプライスとかに落ちてるプリセットで、それにまた LA2A かけて、ディスティンクトっていうのがイントロのパートです。あとあれだ、キックドア玉にキックドンとこのこれ入れてるね。これ好きなんですよ、シネマティックで。でここからバーって上がって
こっから鍵盤とか結構追加されてるっすね。で、鍵盤見ていくと、普通の鍵盤は UAD のラベルグランドピアノってやつに OTT 挿して、ちょっとバキバキにしてますね。アマウント少ないんでね、ちょっとした違いなんですけど、結構違いますね。で、マグマ BB でさらに歪みかけて、って感じに。で、あと、こだわりポイントなんですけど、ベクターディレイってやつがあって、これ MAX 4 ライブのエフェクトなんですけど、ベクターディレイ、ただのディレイじゃなくて、音めっちゃ伸びるんですよ。聞いてもらうと、みたいな。なんかこういう感じのディレイの音色を重ねることで、始まった時に空気感も一緒に変わった感じをなるべく出したかったんだろうね。で、あと、シンセも重なってて、ああ、こんなんやってんだ。全体で聞くと、ああ、結構いい仕事してんね、この、ちょん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 。セラムコードスーパーソー。これを多分ここの LFO でレート8分の1にして、ジョ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 ってフィルター開いてってるって感じだね。面白いね。で、パーカッションもちょっと増えてんだね。なんか結構もうイカれた感じ出したいんだろうね。あー、めっちゃ大事やん、これ。これ今なし。で、これありね。あ、これめっちゃ大事やわ。これがあるのとないのとなんか緊迫感が全然違うね。で、ドラムは普通にキック。あ、そうだ。しかも、この曲、バースとかでスネア2種類使ってて、1種類は重ねてこういう音。みたいな感じなんですけど、もう1個スネア。もうただのクシュみたいなやつだね。ジャングルのブレイクのスネアを持ってきただけですね。で、こう全体で聞くと、こっちのスネアたちはテールが結構あるんですよ。コーンって伸びてて。で、もう一個のやつは、プシッって結構こう止める系。ドンカーンとプシッドンカーンとプシッみたいな2種類のスネア使うことでめっちゃグルーブ出るんですよ。これマジおすすめです。ドラムだけで何か演出すんのってむずくねみたいな考えあると思うけど、ドラムのテールの長さでグルーブまで感じれる。上の止める、伸ばすみたいなのをさらにこう強調することができるから、俺はこの曲でそれまずやってますね。この感じすごいいいと思います。で、これにブレイクスが重なってるって感じですね。これスプライスで拾ってきた多分ジャングルブレイクって感じですね。結構タイトにしたかったんで、ワープでビートでテンポを16分の1にして、音をアタックからディケイまでだけにして、ちょっと下げて、ここでタイトにしてますね。これめっちゃタイトにすると、行くとこまで行くとこうなります。で、何もしないと、結構埋まってるよね。これ80ぐらいにしてましたね。俺の好みなんでしょうね、これが。って感じっすね。ああ、そういえばあとベースあったな。折り返しまではベースないんですよ。めっちゃ軽い感じなんですけど。途中からこういうドラムベースって感じの太ベースが来てますね。あ、そうだ。鍵盤ね。このバン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 。これ結構俺好きで、こういうアレンジ。でかい音像になるちょっと前とかに、あえてめっちゃタイトな音色のパートを一瞬作って、そこでこうハッとさせるみたいな。だからここはめっちゃタイトなんだけど、ここはさっきの普通のグランドピアノに EQ して、OTT 挿してないわ。これ切ってんだね。結局使わなかったんだね、これ。スピーカーズ使ってます。そのラジオっぽい音色にするのに。で、A 行きましょう。さっきやってたドラムの感じは結構一緒っすね。この、これにパーカッションが重なってますね。これはスプライスで持ってきたサンプルにオーバードライブとトランジェントマスターで歪ませたニュアンスが欲しい。A メロって結構こうダークなねことを表現したいなと思ったんですよ。ダンダダンっていう作品が持ってる世界観の中にやっぱ結構こうダークな要素ってあるなと思ってて、なんかそういうものを表現するならサビでやるよりは A メロとかでダークな世界観からいって、で若干ラブコメ要素があったり、なんかこう人の心みたいなものが感じ取れるようなパートがこの後にあって、でサビ
ビの前でちょっとクレイジーなダンダンダメダメ待て待てのパートがあってサビに行くみたいな、なんかその流れは最初のスケッチの段階でめっちゃイメージついてて、そういう流れがあるものに、展開が多いものにしたいなと思ってたんですよ。アイナとも一緒にセッションしながら作ったんですけど、そのダンダダンっていう作品自体が結構いろんな要素があるよねみたいな話になってて、でこの A メロはそのダークな感じをねなるべく出すっていうのがすごくコンセプトになってるパートです。なんでこういうパーカッション一つとってもオーバードライブとかで歪ませてあげてて、ただ歪ませるだけだとただテールもゴリゴリ伸びちゃうから、オーバードライブかけた後にトランジェントマスターでサステン切ってるっていう感じになってますね。なんでドラム類は意外とそれだけなんだね。めっちゃシンプル。聞くとあ、かっこいいね。めっちゃかっこいいな。でブラスヒット、これはさっきと音色一緒っすね。ベースの音をオクターブで演奏してるって感じですね、ここは。あともう一個やってるわ。あー、これか。あ、これやってたんや。今聞こえたこのプロ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 みたいな。俺この音色めっちゃ好きやねん。スプライスのセラムのプリセットに見つけたんですけど、アトモススピナーってやつ。これは単品で聞こうか。これプロ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 みたいな。もうこれコードをパッて一瞬ヒット的にこうチャッて弾くとプロ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 みたいなのが流れてくれるっていう、もうすごい俺超大好きで、こういうのって FX とかで結構ね貼って音作ることも多いけど、やっぱコードトーンをちゃんと取りたいと思ったんで、こういう音色見つけて持ってきてやってますね。ほんでベース、バースのベースは確かスリープフリークスさんが解説していただいてたんですけど、スラップ系のベースっすね。その生のスラップベースじゃなくて打ち込みのねスラップベースを結構多用しており、しかも2種類の演奏をしてます。1個目は拍頭でコードの頭ドーンっていうのだけをやってる、こういう音色。おー、かっこいいね。ドラムっぽいね。これ2個レイヤーしてんすね。1個は多分俺がもともといつも使ってるサブベースかな、ハーモニックサブ、イントロと一緒っすねに、多分これも一緒だ、リースボイド。これを組み合わせて、多分これだけだとただ同音だし、これだけだとただ質感だけなんで、その両立したかったんだろうね。急になんかこう映画っぽいよね。すごいシネマティックな音色を使ってんなっていう印象がありますね。でベース、スラップベース系のやつで、音色は何使ってんだろうな。あ、オリバーのパンチ&セックってやつですね。パンチで太いっていうね。で同じだ。同じ音色をなんでか、何で変えてんだこれ。わかんねえ。一個これね。おもろ。ちょっと待って。些細すぎてやばいねんけど。そんなことしてたん。トランジェントってかその粒が多分足んなかったんだろうね、自分の感覚的に。でもっとこう粒が見える。ドゥ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 ベンベベンって感じにしたかったから、上にもう一個足してるわ。おもろいな、こだわりが。もう相当気合入ってんね、明らかにこれ。感じるわ。でそれにギターが重なってますね。このジャーンみたいなディストーションギター。ただのパワーコードだね。じゃーん。これで拍の頭作ってあげてるって感じですね、印象。で楽器の構成だけじゃないんですよ、このパート。ここの箇所だけスケールがちょっと違うんですよ。音階がね違くて、それまでこの曲って e マイナー G メジャーのキーなんですよ。なんですけど、キー自体は変わってないんですけど、ここだけ b マイナーの一発になってるんですよね、コードが。でその一発のリフになってるんですよ、ベースが。みたいなラインになってて、でこれフリジアンスケールってやつ使ってるんですよね。でよくダークなヒップホップとかさ、寒い音楽とか、あとはホラーとかハリウッド映画のなんかこうシリアスなシーンとかでよく使われるんですけど、このスケールもうこれだけでちょっと怖くねみ
みたいな、こういうニュアンスが出せるちょっと暗く聞こえるスケールなんですよ。なんでここはセオリー的にいくと普通にこのキーのマイナーのね E マイナー一発で作りそうなところをあえて B マイナーで作ってフリジアンスケールを使ってるっていう。なんでこのパートの独特のこの闇っぽさみたいなのはそれから来てるっていう感じですね。これ結構こだわりポイントだし、いっちゃん最初にデモ作った時にそうしようみたいなのは思いついてて、で B メロか聞いてみましょうか。トラックこれはね、私のホームグラウンドといいますか、結構自分が好きな、普段からやってるようなジャンルのビートになってて、いわゆる名前をつけて呼ばれてるので言うと、プラグン B とか言われてますよね。そのプラグン B っぽい世界観をちょっとやりたかったんですよ。若干幻想的な R&B っぽい雰囲気みたいなのをやりたくて、で、しかもこの曲 BPM186 なんで、ハーフで撮ったらいい感じに90台でいけるんちゃうかみたいなので、ちょっとトライしてるって感じですね。で、ドラムは、そう、ドラム音色変えてて、みたいな。キックは結構固めっすね。ここベースがめっちゃ重くなるんで、キックは硬くしといてあげないと、あんまりキックもテールが長いキックを入れちゃうと、どっちがベースの音かわからんみたいな感じになっちゃうんで、ベースがブーンみたいな、後で解説するんですけど、めっちゃ動くんで、その分キックがこうタイトに。で、スネアも割とそういうジャンルに合わせて、こういう八百屋系のやつにしてて、リム入れて、あとカウベルだ。あ、これいいね。これめっちゃ重要。あともう一個。これハットね。ハットは多分スプライスで持ってきたサンプルを自分の好みのリズムになるように切り張りしてるって感じですね。あ、でもこれめっちゃ大事やね。これカウントだね。ザ・カウントのカウベル。じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん。これだけでドラムだけでめっちゃグルーブ生まれてるね。あとシェイカー入れてますね。ああ。まあこの辺はほんま RB っぽいよね。シェイカーが入ると急にさらに RB っぽくなる。で、鍵盤はアルペジオなんや。おしゃれっすね。この音色ほんまにいいよな。アルペジオはアルペジエーター。エイブルトン内蔵のアルペジエーターにセラムの CH メタリックコーズっていうルイス・フトンのサンプルを使っておりますね。で、自分の欲しい帯域だけ削って使ってるって感じですね。で、あとコードも鳴ってるよね。あ、これだ。俺これめっちゃこだわったんですよ。プラグン B と呼ばれるジャンルって結構ベルっぽい生楽器っぽいスタブみたいなのが入ってること多くて、これギターの音色っすね。一応ギターっていうかシンセのギター TPSUK キーズアジアンギターでこれだけだとあんまりキャラクターがなかったんですよ。こうなんですよ。なんもないと。でこれにこれ読み方いつもわかんないんですけど、イロージョンですかねのその当時のバージョンですね。これをつけることでこの帯域 5.69Hz にビットっぽいニュアンスを足すことができる。このオーディオエフェクトマジで最高です。ちなみに。で、まあリバーブで空間作ってあげてる。テール伸ばしてって感じだね。このリバーブの感じってめっちゃプラグン B っぽいんよね。なんか俺の中で。で、こういうなんて言うんだろうね。なんかもう説明むずいねんけど、この独特の世界観あるじゃん。ちょっとなんかこう、ダークなんやけど、透明感もあって、なんか悪くはないみたいな。ダークやけど悪ではない。なんかそういう感じの音色に、こういう太いサブベース。こういうのが入ると、やっぱ急にプラグン B のね、いい雰囲気出ますよね。これは多分普通に弾いてるだけっすね。俺弾いてるっていうか打ち込んでるね。に音色はセラムのまたもやハーモニックサブ。ハーモニックサブ好きすぎやろ。でハーモニックサブの多分ディストーションをね、歪み感めっちゃマシマシにして存在感強めてる。でもそんぐらいかな。ここのパートは意外と堅実に R&B っぽいプラグン B っぽい感じをやってますね。いろんな楽器入れたりせずに。で、
ここでね、ちょっとまたコード的な話のポイントがあって、こういう展開がめちゃくちゃ多い曲とかを作る時の結構重要なポイントがあって、サビあるじゃないですか。ここの今の R&B パートってサビと同じコード進行なんですよ。436進行とかね、言われるやつなんですけど、その436進行をサビでいきなり出すと、なんかその前に1ミリも存在してなかったコード進行いきなり来たなみたいな感じになるんちゃうかなと思って、俺その時もめっちゃ考えてたんですけど、絶対にそのサビのコード進行の雰囲気を1個前のどっかでちょっとでいいから出しといた方が取ってつけた感じみたいなのがなくなるんちゃうかっていうのがあって、で俺未だにそれよくやってるんですけど、結構よくいろんな売れてる曲とかね、名曲とされてる曲のコードのアナライズとかすると、やっぱこうサビのコード進行のちょっとこうおとなしいとかがどっかで一瞬顔を出すみたいなのってやっぱテクニックとしてすごいあって、それは結構ね覚えといてもいいかなと思いますね。こうロックにしたくなかった。サビめっちゃシンプルなんですよこの曲。もうなんかとにかく変なことしたかったんでしょうね俺。これマジアイナにとってめちゃくちゃ無茶ぶりポイントなんですけど、どういうのがいいんかなみたいなすごいいっぱい試したと思う。